子さん。はおはい。ようございます。おはようございます。おはようございます。今日は、うん。先週、よしこさんがポリティックスはね、正義感を振りかざしちゃダメっすよ、みたいなことをですけど、ちょっとそこからいきなり、踏み込んで、そうそどういうことなんですか？うね。翔子さんも似てるとかもしれないけど、やっぱ女性でね、男性多いとこでやってたりとかしてるとさ、本来こうすべきじゃないって頭いい女性たちって気づくんだよね。でももっとこうしたらいいのにとか、でもちょっとこれだと何なんかすべきじゃない、こういうふうにすべきじゃないみたいな。で、ちょっとでもなんか男性たちが横道それちゃったりとかしてると、それはおかしいと思います、イエーイみたいな、そういう意味、正義感を言い方。私たちは本来会社としてこうすべきだと思いますみたいな。で、そうするとさ、いやいや、そうなんだけど、言ってること間違ってないんですけど、なんかみんな引いちゃうみたいな。それすごいわかる。私残ね、念なの、残念。そう。私それやったことあります。ありますあります。どんなことあったんですか？いや、だから会社で上司がいて、で、私の先輩がいて、で、その先輩ってあんまり頭良くなかったんじゃないのかな。いつも言うことが上司のオウム返しみたいに言ってるから、思いっきり打ち合わせで代理店とかも行って、もううざったいなと思ったから思いっきり、誰それさん、あなたってオウム返ししか言えないんですねとかって言っ出た。て、スパーって切っちゃったの。そしたらみんなシーンってなっちゃ出てない。って、そう。で、後から上司に、増田うんさん、気持ちはわかるけどね、うん、やっぱり人間関係ってものは大切にした方がいいよって一言。そうなんです。これがまあポリティックスって今日ね一番いくつかポイントあると思うんですけど、なんとうん。なくやっぱ悪いものっていうな、そういうふうに立ち回るっていうんですか、なんか悪いことみたいな響きうん。が、あると思うんですね。政治とかってなっちゃう。で、その側面を分かりながらも、でもちょっと今日はなんかもう少しそこが必ずしもそれだけじゃないんじゃないかっていう、そのいわゆる組織で、実績上げて、皆さんとね、うまくいい関係、なんていうの、あなたも幸せで、みんなも幸せでっていうことをやっていくにあたって、そのポリティックスっていうのを少し違う角度から見てみるのはどうかなっていうのが今日のお話だと思うんですよね。そうなんですよね。私たちって、私はね、やっぱりそういう意味で言うとおっしゃる通り、もううんちょっと若い頃は正義感をガンガン回してて、いわゆる清濁合わせ飲むっていうね、ことがでうんきなかったですね。やっぱりいけないものはいけない。こっちがうん正しいみたいな、そういううん見方、すごいこう白黒でやってたことがあうんって、でもそれをするとやっぱり敵も作りますよね。うだからん何かを仕事をするときに、やっぱり敵を作っちゃうと、物事がうまく回らないこともあるわけですよね。だからそれ、今言ったその、いろんな進め方とかスタイルとかが違っていても、ある程うん度寛容に受け止うんめるっていうんですかね。うん、それがだから前回の適応性っていうとこうん。ろにね、つながるでしょうね。そういう周りが、ミーティングがね、どんな目的で行われてるとか、みんなで決断してやっていくスタイルがいいのか、それとも MVP がいる方がいい会社なのかとか、それも含めて、要するに、これじゃ、こうあるべきじゃないですかって言う前に、言わずに、そのポリティクスっていうと、そのね、関係性とか、なんかそういうことだと思うんですけども、その辺をよくね、見るっていうね、ところも、結果的に、ポリティクス、悪いことではなく、みんなにとってそれが潤滑油的になっていくであれば、そういう捉え方をして関わるっていうこともすごく大事なことかなって思うんです。そうですよね。うん、うん。すごくわかる。で、さっきよしこさんがね、
ちょっとぐらいこう進め方とかやり方のスタイルが違っうん、ても、そんなに目くじら立てないでってうん、おっうん、しゃってたもんだけど、うん、そこなんですよね。そこのうん、寛容性っていうか、ううん、ん、うん、寛それ容性。がやっぱり必要なのかなっていう気もしますね。うん、ねえ、だから女性はさ、ある意味じゃさ、そういうきちんとね、これやって次こうしてっていう、そこはなんかね、素晴らしいとこだなと思うんですけどね。なんかその寛容性っていう部分が、どうですかね、少し広がると。それって潔癖なんですかね、女性の方が。潔癖とか正義感うん、みたいな、なんか、正義感。う本来こーん。うです、会社としてこうじゃないんですか。私はそう思ってやってきましたみたいな、なんか、いやいや、そうなんです。ありがとうございます。でも今起きていることをよく見ましょうよっていうね。うん。すごいよくわかりますね。私も自分がそうやってきて、あちゃーってことがいっぱいありましたから。私もあったと思うんだよね、多分ね。うん、やっぱりポリティクスっていうとやっぱりダーティーなね、イメージそがあるから、そういうう。うん、ことにはそういうことで私は上司にごますって評価されようとは思わないとかさ、実力主義だからとかと思ってうん、やってると、意外とそれこそ、ああ、勘違いってことが多いですね。そうですね。だからもったいないんですよね、なんかね。もう少しうん。それこそポリティックスっていうのはうまく作用するっていうん。うケースもあって、それはその寛容性を持つことでね、もっとこうなんか一つの出来事が、なんつうんですか、幅広に、カメレオンってそういう目じゃなかったっけ、こうやっているんじゃない、そうか、幅広い、目が広ぐ角レンズ、ーっと見えちゃうやつね。広角そうそう、レンズで。広角レンズでね。だからそうそうね。いうふうに見ていくこともポリティックスの一つだと思うので、で、ポリティクスって、まあ、根本的には人間が2人以上集まれば組織になるわけじゃないですか。で、うん、組織にね、2人以上いれば、例えばここでですよ、よしこさんはよしこさんのアジェンダがあり、私は私のアジェンダがあるから、そこでやっぱりいろんな摩擦も起こるだろうし、それぞれの自分のアジェンダをどうやって持っていくかっていうところで、こうやっぱりネゴシエーション、2人の間でもネゴシエーションしなきゃいけないんだから、それが何百人って集まれば、もっとすごいわけですよ。でもそれって単純に見れば、人間関係をどうやってうまくやりこなして、みんなでその組織としてのそのゴールを達成していくかっていうことだから、そこに付きまとう人間関係だと、ポリティクスって思えば、そんなダーティーなイメージっていうよりは、まあ、やりこなしてナビゲートしていくものなんだなっていう感じですかね。すごい本質的なところだと思いますよ。その今の翔子さんのおっしゃったところ、その人間関係、ね、それを使ってね、まあ、いろいろ活動をするっていう、その大事なものだけじゃないっていう部分で関係性であるっていうのは、うん。超本だ質的。うん。そう、だから私がさっきその、で、オウム返しで仕事できないなとかって言っちゃった先輩に、もう、ああいうのもやっぱり本当はそう思ってても、まあ、ね、目くじら立てないで、ね、うん。ああ、そうなんだ、でも彼には彼のアジェンダがあって、ね、うん。少しでも打ち合わせの中で自分の声を発しなきゃいけないな、ね、うん。と思ってやってるんだから、それをやっぱり感じてあげなきゃいけないですよ。寛容にね、愛を持ってね。愛を持って。まあ、そういう時期もあったってことですね。だからね、翔子さん。ありすぎたかも。あれだからもあ、そう、そう。もうそれきっといい経験、ある意味じゃ反面教師的になりましたよ。今だから今だから、言える。今だ今だから、から言える。そう、この年になったから言える。ね、若い時って見えないですね。そういうの。適応性っていう話から、そのポリティクスって話になりましたけど、やっぱり、あのまあ、よく見ましょうってことです。それこそカメレオンでね。うん、うん。目をこうやってね。うん、でも本当、そうですね。自うん、分自分のことも分かりつつ、相手のことも分かりつつっていう、そううん、いう、ね、していくと。そうですね。だからみんな誰かとの会話で、うん。あの人ポリティカルなんだよねって言っても、そおれはおおお。悪い、あの人悪い人なのとか言うんじゃなくて、
で実際にどういう意味でポリティカルって言ってるのか、ちょっと見てみてくださいませ。皆さん、なんか違うビューが得られるかもしれないですね。そこには。寛容性があるかもしれそない。れ、すごいいいアドバイスだと思うう。んね、よく聞くからね、私、あの人ポリティカルなんです。で、へーって感じなんだけど、なんかみんな悪いことって思ってないっていう、なんかそこに今日のこの会話が少し、そういうことだけじゃないんだっていう関係性のことなんだっていうのが理解いただけるといいかもしれない。また会社とかに行って見る目が変わってくれると嬉しいですってそうです。感じですかね。うん。じゃあ、思います。よしこさん、今日のはね、ポリティクスの次に、来週は、なんかいろいうん、ろコメントもらってますもんね。うん、コンフィデじゃンス、自信が持てないんだけど、どうやったらいいんですかとかね。あ、ありますあります。もうがっさり来てます。それ来て、コーチングで一番多いよね。どうやったら自信つきますかっていう。もうもうナンバーワンですね。ナンバーワンの質問ですね。じゃあこれついて次回行きましょう。行きましょうか。ありがとうございます。じゃあまた。また。